今日は皆さんに知ってほしい場所をご紹介します。それは茨城県鹿嶋市にあり、全国にある鹿島神社の総本社である鹿島神宮のすぐ近くにあります。参道には心地いい木が流れています。なぜここに来たのか。それは友人がこれから行くお店できなこをお土産に買ってきてくれたのがきっかけ。このきなこがうまいしおしゃれ。どうやら自然栽培で大豆をはじめいろいろ作っているそうで、ウェブサイトを見たら高い熱量を感じ、思わず来てしまいました。着きました。パラダイスビアファクトリー。若手の農業集団鹿島パラダイスが運営するブリュワリー。茨城県では初の農家直営のクラフトビール店です。クラフトビールと自家製野菜たっぷりのお料理を提供してます。2階でランチをいただきます。ランチメニューはすべて自然栽培の野菜や小麦など自分たちで作ったものを使っています。ビールの大麦もこの辺で作っているそう。でもこの時の私は自然栽培がどんなものなのかまだよく分かっていませんでした。ボリュームたっぷり、鮮やかな食材が踊るプレートたち。食べる前より食べた後はさらに元気になりご機嫌です。次にこちらが運営するジェラートとドーナツのお店にも行ってみました。きなこあげてほしいんだけどな。ドーナツもジェラートもきな粉だけじゃなくて多くのフレーバーがありますよ。今日の主役はこちらの唐沢さん。熱量の塊。考えをたくさんお伺いしました。お店の中を見せていただき、興味深いお話をたくさん教えてくださいました。もうジェラートマシンはほとんどイタリア製なんですよ。テルミート。テルミテルミそうですね、テルミです。とっても愛情深い人です。まずはきな粉に使われる大豆から。でこれでまあオーブンに入れて、ああ、オーブンでまあそうですね、オーブンで平たくやっていって、あれはこれで引きます。これで粉にするんですか。この中に石臼なんですよ。これ何これ卓上のこんなの売ってるんですか。売ってるんですよ。あ、私でも買えそうだ。なんか買える。これ8万ぐらいです。頑張れば買える。買えるかでしょ。これで、でもだんだんに引いていかないといけないので、一気にこう粉にはならないので、徐々にこう時間かかるんですね。まあそうですね。3回か4回ぐらいすると結構最初から低いのでやるともう回んなくなっちゃう。これがそのもうきなこ用の石臼。もうこれ細かくして、これはふるってあるやつです。引いた後にふるいをかけて。そうですよね。動物性添加物不使用のジェラートもこちらで一から作っています。だから本当に水ぶくれした大豆を火を入れる前にするんですよ。ですってから炊く。で炊いてこっちは絞る。ここでこうおからと水に豆乳に分かれる感じ。増粘剤の代わりに甘酒を使ってる。甘酒。そんな人いないでしょ。だってまあいないですよ。おかしいですよ。おかしいですよね。だって増粘剤の方がどうせ安いでしょ。いやいや、もちろん安いし、そうなんにもうみんな普通にそう使いますけど、だけど僕らも添加物はやっぱ使いたくないし、別に安全だからって言われても、添加物の
カテゴリーを使うのがこう、うんうんまあ、嫌じゃないですか。じゃあ他ので変わるものがあれば、絶対そっちの方がいいわけで、まあ、うちお米も自然栽培ついてるので、それをだから麹にして甘酒にして、さっきのすぐのあったじゃないですか、はい。あれですぐですよ。でそうすると米粒がこうやって合わさってドロドロになるので、だからこれをまあ入れてあげる。そのベースが大豆だと、まあ、普通の大豆使うとちょっと臭いんですよ。豆臭い。そうだからそれを消すためにココナッツミルク入れたり、なんかちょっとこういろんなもの入れて、味をこう、なんていうんでしょう、丸くさせるんですけど、でまあ、うちはねそういうのをやらずに、もう普通にうちの大豆美味しい、大概の大豆なんで、すごく美味しいんですよ。まあ、ちょっとそれまた説明しますけど、はい、ありがとうございます。そしてなんと畑まで連れてってくれるそうです。ありがとうございます。もともとその食、まあ、僕はとにかくちょっと食いしん坊で、もっと美味しいものに目がないというか、目がないどころの騒ぎじゃないぐらい、食べることに執着が。そんな唐沢さんが、なんでしょう、そのね、増粘剤使わないとか、もう相当こだわってるじゃないですか。それってなんかあったんですか？だって昔は、だってそのまんまで作ってたはずなんですよ。そんなケミカルなもの入れないでね。ケミカルなものはないわけですから、そのまんまで作ってるし、またそのまんまがまた美味しかったんですよ、実は。で、品種改良、昔もその別にその品種改良ってご先祖様たちも品種改良をしてきたんですよ。でもその品種改良のまあ目的、まあ要するにね、そのどういったものを作るかっていう目的が昔と多分今じゃまたちょっと違ってきてる。なんでこれをやってるかっていうと、美味しいからなんですよ。なんでね、なんで美味しいかっていう話なんですけど、ただ俺が作ってるから美味しいとか、じいちゃんが作ってるから美味しいとかね、なんだろうな、ばあちゃんが作ってるからが美味しいとか、まあそれはそれで美味しいでいいんですけど、理屈の美味しいっていうことを言っていくと、ね、その、なんだ、すいませんね、なんでもそうなんですけど、今肥料とか堆肥を絶対こう化学肥料も含めて有機肥料も含めて、いろんなそんな動物の糞とかの堆肥とか、植物の堆肥とかいろいろあるんですけど、まあそういったものを入れて作ってるわけですよね。でも昔はね入れてなかったんですよね。だって稲作が始まったって弥生時代に始まりましたって多分学校で習ったと思うんですけど、弥生時代肥料とか堆肥とか農薬ありましたかって話なんですよ。ないよ、ないじゃないですか。だからみんなもともと自然栽培でみんな作ってたんですよ。だけど第二次大戦後から化学肥料ができて、そこからなんですね。そこからなんですよ。で、なんでかっていうと、ちなみにこれビール麦。ビール？ビール園。うちのビールの麦の原料、ここ全部です。広い。爆薬作るときに、副産物として化学肥料ができて、その毒ガス作るときに副産物として、だから農薬ができたんですよ。ね。で、それを戦争があって、こう巻いてみたら、これぐんぐん育つと作物が。でもね、実は自然栽培っていうか、肥料をあげないと、じゃあ虫とか来ないんですよ。病気にもならないんですよ。実は。なんだけど、肥料を実はあげると、虫とか病気がすごく出るようになっちゃったんですよ。なので、農薬でそれを抑えたり、殺したりっていうことをしたのね。だから、でも、肥料とか堆肥があって、農薬があると、肥料とか堆肥ですごくやっぱパワーがあるもんだから、増産もできるし、
みんな儲かったわけ。うん。その肥料をあげるお金、それを肥料をやると虫とかが来るからそれを殺す農薬やっても増産ができたし、あと生育期間が短くなるので、すごく良かったんですよ。短期間で。そう。でね、なんでね、肥料とか堆肥をやらないと、まあ、美味しくなるかっていうか、肥料とか堆肥をあげるとなんか美味しくなるイメージってないですか？なんか逆にあげないとなんかカスカスでこうなんか大丈夫みたいな。確かに肥料ってなんか栄養だからなんか与えた方が美味しくなるような感じってしません？確かに確かにね。で僕もそう思ってたんですよ。思ってた。だけど自然栽培のものをできたもの小松菜だったんですよ最初。食べた時ビビったんですよ。なんじゃこりゃだったんですよ。美味しかった。美味しかった。美味しい。もう美味しいっていうか、もうなんかね、そもそもが違ったんですよ。もういろいろその例えば食べてこう濃いとか、甘いとかじゃないんですよ。もうね、なんだろう、もう爽やかな香りというか、本来もうわかんないけど本来の香りじゃないかっていうぐらいその。なんていうんでしょうね、鼻に抜ける爽やかな、もう雑味のないえぐみのない香りとスーってこう体が受け入れてくれるそのなんていうんでしょうね感じ、体が喜んでるっていうか、それがすごくよくわかる。喉が食道今でって、こう重力でストンと落ちてるわけじゃないんですよ。多分これ学校の授業でもなってるんですけど、先導って言ってこういう風にだから逆立ちして水飲んでも水飲めるんですよ。そう、今まで別にそんな引っかかってるっていうかスムーズじゃないって思ったことはなかったわけで、それ食べる前には。でもそれ食べた瞬間に今までが体が要するにウェルカムじゃなかったなっていうのがすごく分かるぐらいスーッて入ってくるんですよ。待ってましたみたいな。それでもう感動しちゃって、でなんでこんな美味しいのかって、もうカスカスなもんだと思ってなんでこんな美味しいのかって思うじゃないですか。でそれが肥料と堆肥やると肥料と堆肥の味に寄ってくるんですよ。なんとなくっていうか直感的に考えてみて、まあ動物も植物もですよ、食べたものの味に近づいていくっていうのは言われてみてちょっと違和感なく受け入れられることだと思うんですよ。ね。私ほとんどきな粉でできてます。でしょ？多分食べたらきな粉っぽい風味絶対すると思うんですよ。私ね。そう。まあ食べれないんで残念ですけど、じゃあ例えばじゃあみかんがちょっとあんまり甘くならないからって言った時に、じゃあ何をやるかっていうと、糖蜜を葉面散布するんですよ。甘くなるんですよ。本当に。だからなんて言うんでしょうね。食べたものの味に近づいてくる。で例えばニンニクとか、ニンニクまあその食べないかもしれないですけど、こうニンニク臭いの食べて、で朝までなんかゲップしても出るみたいな食後も含めてね、経験はあると思うんですよ誰でも。でニンニクってそういうもんだと思ったじゃないですか。でもね、自然栽培でニンニク作ってみると全くないんですよ。味とか香りとかすっごい強いんですけど、食べたら終わりなんですよ。臭いのは堆肥をいっぱいあげすぎてるので、ああいうのができちゃうんですよ。まあ僕らもそうですけど、遺伝子に要するにこういう味になりなさい、こういう形になりなさい、こういう色になりなさいっていうプログラミングがされてるわけじゃないですか。それでこうなって、こうなって、そういうことですね。みんなこうなってるわけですよね。ででも肥料とか堆肥をやっちゃうと、そのもともとこういう味になりなさいっていう味にそれがコーティングされちゃうわけです。でもね、みんなでもそんなことは誰も思ってないっていうか、知らないわけですよ。じゃあなんで知らないかって言ったら、肥料とか堆肥をやらずに育てたものをみんな食べたことがないんですよ、ほとんど。今はもう、でも比較検討しなくても明らかに分かるレベルで違ってきちゃうんですよ。だから分かるんですよ。だからキャベツを割ったり、レタス割ったりとかして、割ったら分かるんですか？いやもう全然香りが全然違うんですよ。キャベツ割ったってそんな匂いしないと思ってる私はまだ薬漬けです。そういうことですね。そうだから、そのなんだろう、分かるんですよ。もう絶対これ分かるんですけど、売ってないでしょ、だってほとんどスーパーに売ってないから、食べたことないからしょうがないですけどね。その自然栽培の
美味しさに僕はもうある意味気づいてしまって、もうそれでもう自然栽培をやらざるを得なくなっちゃって、でそれで本当は農家になりたくなかったんだけど、農家大変だから。気づいたら何歳くらいの時ですか？それが31歳の時。何年前？何年前？だから14年とか、もう40。じゃあもうそちら側に行って14年ってことですね。そうそう、そっち側に行っちゃって14年。私もそっちに行こうと思ってる。ほぼ行ってる。行ってる？言ってることわかりますから。そう、はい、わかります。そうなんですよ。だから自然栽培がもうナンバーワンってなって。なんとなく知っていると思っていた自然栽培でしたが、自然栽培で作る農家が減った経緯や、それでもその農法にこだわる理由を伺って大きな学びになりました。そしてこの畑が大豆を植える畑になるっていう二毛作をやられてます。そう、この大豆の後に、麦の後に大豆が植わります。来ます。それは。いやー、来てください。大豆の知られざるお話も楽しくじっくり教えてくださいました。次回もどうぞご覧ください。またね。